超越瞑想、せっかく習ったのにやめてしまう人がいます。もし超越瞑想を習った時に長く続くのかな、飽きないかなと心配しているあなた、あなたのためになぜ超越瞑想をやめてしまう人がいるのかについてお話をします。こんにちは。マーリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。今日はせっかく超越瞑想を習ったのにやめてしまう人がいるのはなぜだろうというお話をします。私が知る限り超越瞑想を習おう、毎日やろうと思って始めたのに難しいとか全く効果を感じられないと言ってやめてしまう人はいません。そしてたまにしばらく超越瞑想をやっていなかったんですけれども、瞑想のチェッキングをしていただけますかと言ってチェッキングを受けに来る方がいます。超越瞑想を習ったのにやめてしまう人は確かにいます。もしあなたがその人であれば対処法も合わせてお伝えいたします。基本的には何かの理由でしばらく瞑想をされていない方は個人チェッキングを受けるのが一番いいと思います。それとですね、超越瞑想は何かのお稽古事やスポーツなどと違って習い続ける必要はありません。最初の7つのステップと呼ばれるもの、5日間ぐらいで学ぶことができます。その後は自分一人でいつでもできるようになります。通うというと続けるのはちょっと大変かもしれませんが、超越瞑想はいつでもご自身のペースで行うことができます。さて、そういう一人でできる超越瞑想をやめてしまう理由はいろいろとあると思います。その中で主なものを5つ、今日はランキング形式で紹介しますね。まずは第5位、快適にできない。これはですね、例えば夏にクーラーがない、冬にヒーターがないという環境でじっと瞑想していられないとか、あるいは他の要素で快適に瞑想できないっていうことがあるかもしれません。対処法としては無理をしないっていうことです。厳しい状況で無理に瞑想をすることもありませんので、環境が整うのを待ちましょう。それと何か環境ではなくて気持ちの問題とか何かあれば、それは一人で悩まずに瞑想の先生に相談しましょう。基本的に何かあればすぐに瞑想の先生に相談するのがいいですね。次は第4位。もうやらなくていいと悟った。これはですね、実際に悟りを開く場合もありますし、なんだか瞑想しなくても快適に生きていけるなって思う場合もそうです。やらなくてもいいって思ったものを無理にやる必要はないですよね。この場合の対処法は、おめでとう、あなたは完璧ですの言葉を送ります。瞑想を行うのが目的ではありません。快適な毎日を過ごすことが目的です。瞑想はそのための道具と思っていただいて大丈夫です。瞑想を習うときにはいろいろな理由があったと思います。瞑想することによってそれらが解決されたっていうのは最高ですね。次は第3位に行きましょう。他の瞑想法をやっている。これはもうあちゃーっていう感じです。結構ですね、いろいろなものを試してみたい人がいて、あれをやったりこれをやったりしているうちに超越瞑想を忘れてしまうとか、あるいは初めて体験した瞑想が超越瞑想で、それが良かったから他の瞑想も試してみたいと思う人もいるようです。これはもう好きなだけいろいろなものをやるのがいいと思います。いろいろと体験して、やっぱり超越瞑想がいいと言って戻ってきた人を何人も知っています。それはその人にとって必要な回り道だったのだろうと思います。対処法としては、思う存分
いろいろな瞑想法を試してみましょうですね。そして第2位、この辺に来ると、ああ、それそれという人も出てくるんではないかと思います。それはですね、ついつい先延ばしです。基本的に超越瞑想は1日2回20分です。例えば何かの理由で夕方の瞑想をしなかったとします。それで次の日もしなかったとすると、なんとなく朝だけの瞑想になったりします。そして朝に忙しくて瞑想ができないと、ついついそのままの生活になっていきます。さらにそこで自分自身に厳しい人は、ちゃんとやらないとダメだと自分を責めたりします。そうすると気軽にできなくなったり、大げさなものになったりすることがあります。さらに再開すると、また1日2回やらないといけないからタイミングを見計らうとか、今の仕事が落ち着いてからゆっくり始めようと先延ばしをしてしまうことがあります。なんというか、やらない自分が許せない、再開するとサボれなくなるのも怖いとか、そういう感じの人もいます。これってせっかく超越瞑想という良いものを学んだのに、それが原因で自分を責めるようになってしまう。自分を責めるネタにしてしまうということではないでしょうか。もっと気軽に過ごしていて大丈夫です。瞑想を行わなかったというのは、あなたには必要がないということです。もし気になるのであれば、たまに行うだけでも大丈夫ですので、気軽に行いましょう。気持ちがいいはずです。はい、このついつい先延ばしの対処法としては、無理をしない、気楽に行うということです。あとは私の動画を見て、あ、超越瞑想っていいなって思っていただいて、規則的な瞑想に戻っていただけると嬉しいです。さて、それではお待たせしました。栄えある第1位の発表です。第1位は、時間がないです。これはですね、超越瞑想を学ぶ前に心配する人がいます。それでなくても忙しいのに、1日2回、20分も時間がないよっていうことですね。ただ実際に行ってみると分かりますが、いろいろなものが効率よくなったり、あるいは不要なことに時間を使っていることに気がついたりして、意外に時間を作ることはできます。ただですね、超越瞑想を行っていろいろなものが楽しくなってきて、やることが増えてしまうということはあります。今までできなかったものができて嬉しくなったり、旅行する機会が増えたり、今までやりたかったことを楽しめるようになってきます。そうすると、遊ぶのに忙しいっていうと変かもしれませんが、時間がなくなってくることがあります。さて、この場合の解決策です。先ほどの話で瞑想するのを先延ばしする人は、あなたのペースで大丈夫ですよと言いましたが、瞑想する時間がないという人は、スケジュールを組んで予定を管理して、とにかく瞑想の時間を作りましょう。毎日の瞑想の時間を決めておくとスムーズです。ということで、超越瞑想をやめてしまうベスト5でした。私はどこかで聞いたことがあるんですけれども、超越瞑想は人生の中で1回だけでも行うと、もうそれだけでいいという話があります。超越瞑想以外でも純粋意識を体験したり、潜在意識を開発するテクニックはあります。しかしそれらは結構大変だったり、何年も修行しないといけないということもあるかもしれません。それなので、1回でもいいということですので、最近超越瞑想をやっていないなっていう方は、焦らずにあなたのペースで続けていただければと思います。超越瞑想をやった方がいいんだよなって思う人は、予定の優先順位を上の方に持ってきていただきたいと思います。それとですね、
もしかしたらこんな理由で瞑想をやめるんじゃないかなということが超越瞑想を始める前の人にあります。そういうありがちな不安については今日のベスト5とは全然違っていますので、それについても近いうちにベスト5を動画で発表します。超越瞑想を習ってから続くのかなって思う人も結構います。そして実際に1日2回を続けていない人もいます。始める前の不安なことと実際に瞑想を中断してしまうこととは意外に全然違っています。それもまた結構興味深い話だと思います。はい、今日のお話はここまでです。もしまだ超越瞑想を学ばれていない方で興味を持たれた場合には、ぜひお近くの瞑想センターで開催されている無料の超越瞑想の説明会にご参加いただければと思います。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。